現代芸術とは何か？今回のテーマは芸術の哲学。芸術か。難しそう。美術館ってなんか敷居が高くて緊張しちゃうんだよね。大丈夫。そんな人でも芸術を楽しめるような話をしていくから、最後まで楽しく見ていってね。見たことがある人も多いかもしれないけど、これが、マルセル・デュシャンが1917年に発表した、泉という作品だよ。ただの便器だよね。ただこの作品をきっかけに、芸術の新しい可能性が開けたことも事実だ。そのあたりも詳しく話していくね。当時、デュシャンは自分自身も委員をしているアメリカの美術選考委員会が開催する、ニューヨーク・アンデパンダン展にこの作品を匿名で投稿しようとしたんだ。工場で作られた大量生産の男性用小便器に、R、マットという署名と年度が書かれているだけだ。R、マットは、当時のアメリカで誰もが知っていた漫画のキャラクターで、滑稽な人物として描かれていた。このあたりにも、芸術を一部の教養ある知識人のためのものではなく、誰にとっても意味のあるものにしようというデュシャンの芸術革命の意図が感じられるね。当然、デュシャンの作品は、選考委員たちから悪ふざけとして批判された。しかし、デュシャンはこの作品をレディメイド、と呼び対抗した。レディメイドとはすぐに使えるように作られたという意味だけど、ここには、芸術とは、鑑賞者が長年培った知識と芸術歴を持って初めて理解するものではなく、作品と向き合ってすぐに、感じ取られるものであるというデュシャンの立場が示されている。そして、デュシャンは、署名は作品を芸術作品として、美術館に展示する芸術家の意思であると主張する。つまり、大量生産の工業製品は、芸術家の意思によって、美術館に並ぶことで、便器の持つ単純な使用意図を離れて、芸術性を獲得すると考えるわけだね。そうかな。結果的に、泉は出展を認められず、それに不服を感じたデュシャンが選考委員会を脱退する事態にまで発展した。泉はその後、行方不明になったが、多くのレプリカが作られ、多くの人が知ることになり、そこでも多くの批判がなされた。これは、デュシャンの泉に対してだけでなく、現代芸術全般に対して共通する批判だけど、代表的なものを紹介すると、現代芸術は単なる悪ふざけである。現代芸術は詐欺である。お金を払って便器を見たい人はいない。あるいは、芸術は作る側も見る側も命を懸ける真面目な営みであり、現代芸術は不真面目である。そして、単純に不快であるという意見もある。まあ、近代芸術批判的なメッセージが強い作品はあえて不快感が強い題材を選んでいる場合も多いかな。これは、ピエロ・マンゾーニが1961年に発表した芸術家のクソという作品だけど、オークションで1000万円以上の価格で落札されている。お金もらってももらいたくない気もするけど、芸術ってすごいね。まあ、最近は純粋に綺麗な見た目の作品も増えてきたから、現代芸術といってもこんな作品ばっかりではないけどね。主張したい意見があるのはわかるけど、私は、便器は見たくないかな。せっかく見るなら綺麗な作品がいいな。さあここで、多くの批判の背後にある近代芸術保守派の意見をまとめておこう。まず、芸術の目的とは、美の追求である。そのために、芸術家は美を追求し、時間をかけて作品を磨き上げていく存在である。そして、鑑賞者は作品を通して美を監督する心を養う存在である。美をよりよく監督するには、教養が求められる。こういった芸術観がデュシャンを批判する人々の背後には見えてくる。敷居が高いね。今の感覚からするとそうかもしれないけれど、芸術は富裕層の文化という意味合いが、まだまだ強かった時代では、一般的な考え方だったんだ。こういった芸術の目的を、美の追求に求める考え方の大元をたどっていくと、プラトンのイデア論にたどり着くことができる。プラトンは紀元前後から4世紀に活躍したギリシャの哲学者で、ソクラテスの弟子として有名だね。対話形式の対話編という形式で多くの著作を残したんだ。対話編は、自分は無知な存在であると考えるソクラテスが、当時知恵ある人と呼ばれていたソフィストたちや、勇気ある軍人、政治家、芸術家といった人たちとの対話を通じて、その矛盾を明らかにし、よく生きることを求める生き方を説くものだよ。プラトンは対話編が進むにつれて、現実の世界、現象界の裏側に、本質の世界、イデアの世界を見るイデア論という思想を明確にしていく。イデア論？三角形を例にしてみよう。現実世界で私たちは様々な三角形を目にする。ただし、現実に存在する三角形は、直線も幅を持っているし、拡大するとギザギザしていたりする。同じように、角も拡大してみると、丸まっていたりする。そのように現実に存在する三角形はどれも不完全であるのにもかかわらず、私たちが三角形を理解できるのは、私たちが生まれる前の世界、イデア界で、三角形の本質、三角形のイデアを見ていたからだ。そのようにプラトンは考えるんだ。
そして、それは美に関しても例外ではない。プラトンは狂言という作品の中で、愛と美について述べている。少しその箇所を紹介するね。愛の手ほどきを受け、案内役によってそこまで導かれ、その推移に即して正しい順番で美しい対象物を眺めていた者は、突如として驚くべき性質の美を感想するでしょう。ここでポイントは、美の本質を知るには、良い案内役に従って、現実の美しい作品を正しい順番で見ることが大事ということだね。芸術家なら、師匠について、美の修養をすること。鑑賞者なら、解説者や先人の解釈を学ぶということだね。確かに抽象画とかだと、解説してくれる人とか、案内板があると助かるかも。ではそのようにして求められる美の本質とは何だろう？その美は第一に永遠の存在であり、生成にも腐敗にも、増減にも縁がありません。第二に、ある瞬間に美しく、ある瞬間に醜い、つまり、見る人によって異なるということもありません。つまり、現実の存在である芸術作品は、人によって判断が分かれることもあるけれど、美のイデアは、永遠不滅の美の本質なんだ。多くの人に感動を与える芸術作品は、この美のイデアをより多く、人々に思い起こさせる。つまり、想起させるものであると言える。確かに、名画はどこか普遍的なものとのつながりを感じさせてくれるもんね。現世的な美から、美のイデアへの道のりについて、プラトンはこうまとめている。現世の美しきものを出発点とし、この超自然の美を目的として、はしごを登るように絶えず登っていくことです。まずは一つの美しい肉体から出発し、二つの肉体へと登り、そして様々な肉体への美へ普遍的に高まります。次に肉体から離れ、美的な職業から美的な学問へ、最終的に、美の本質を現実から引き離して知ることになる。この箇所は、プラトンの愛、プラトニックラブが述べられている部分としても有名だけど、美への探求は、現世の美しいもの、美しい人への愛からスタートして、それが多くの美しいものへの愛へと変化していく。それが、職業において美を求めること、美への学問へと至り、最後には、現実の裏にある美の本質、美のイデアの直感に至るという考え方なんだ。プラトンの哲学は、現実世界に生きる私たちが、かつて生きていたイデアの世界に強く恋焦がれる、エロスの哲学であるとも言えるね。現実の生活に疲れると、ふと美しいものを見たくなるのは、そういう懐かしきものへの憧れもあるのか。そう考えると人が、美術館に行くのは、実家帰りに近いのかもね。プラトンと同じように、芸術作品を美の本質の追求に見る考え方は、多くの芸術家にも受け継がれていく。ミケランジェロは、ダビデ像を彫刻するときに、人間の魂がその肉体の内に宿るように、彫刻作品のあるべき姿はその大理石の内にあらかじめ現れているものだ。という信念に基づいていたと言われるけれど、芸術作品の本質は、美を作り出すことにあるのではなく、すでにある美の再認にあるという考え方がそこにはある。ダビデ像を作るんじゃなくて、大理石から救出するんだね。さて、ここまで芸術作品の目的は美の追求にあるという近代までの芸術の考え方を解説してきたけど、次に、デュシャン自身が、泉を通して何を伝えたかったのかについて見ていこう。デュシャンは記号の場という本の中で、このように述べている。今日のアメリカにおいて、また明らかにフランスにおいても、芸術において具合の悪い事態が起きている。つまり反抗心がないということだ。若い芸術家からは新たな思想が生まれていない。彼らは先人たちのテリトリーで競合し、それらを先人たちよりうまくやってみせようとする。東大の芸術家が、先人が放棄したところからその仕事をやり直し、先人の仕事を継続することに甘んじる時には、必ずや芸術は停滞してしまう。デュシャンは反抗心の欠如と述べているけど、芸術作品が、先代の模倣という形になってしまう時に芸術は停滞する。デュシャンはあえて大量生産の便器を置くことで、それと同列に扱われる模倣の芸術を批判しているという解釈もできるね。君たちの芸術は、大量生産の便器と同じだよってメッセージだね。そして、ここから現代芸術の新たな方向性、意味としての芸術という芸術観が登場していると言えるだろうね。ではその方法とは何なのか？デュシャンは続ける。一方、先行する時代に属していた何かをあなた方が選び出し、あなた方の仕事に適応させるのなら、そのアプローチは創造的になり得る。成果は新しいものではないが、独自のアプローチから生み出されるというその仕方に、新しさがある。芸術は、私的に自己を表現する個人の連なりによって生み出される。それは進歩という問題ではない。進歩とは、私たちの途方もない思い上がりに過ぎない。独自のアプローチから生み出されるというその仕方に、新しさがある。つまり、題材よりもアプローチ方法に、デュシャンは目を向けさせようとしているんだ。このように、デュシャン以降の現代芸術は、その意味に重きを置いた作品が増えていく。いくつか例を挙げるね。
音楽の世界ではジョン・ケージが4分33秒を発表する。この作品の譜面には何も書かれておらず、聴衆は演奏の間、会場内の音を聞き続ける。それ面白いの？ウプ主は実際に演奏を聞いたことがあるけど、咳込み、絹ずれ、音楽ホール特有の反響など、なかなか感慨深い体験をさせてくれる曲だよ。そして、1985年に作曲されたオルガンに ASLSP という曲は、as, slow, as, possible、つまり可能な限りゆっくりと演奏する曲で、2001年からドイツのブキャルディ廃協会で、639年以上の期間をかけるオルガン版の演奏が始まった。639年。一生かけても聴けないね。感想を何世代にもわたって、一族で語り継ぐとかロマンを感じさせる曲だよね。ジョン・ケージはこういった楽曲を実験音楽と呼んでいるけど、その後の作曲家にも大きな影響を与えていく。これは、ロバート・ラウシェンバーグが1955年に発表したモノグラムという作品だよ。現代アートでは木切れ、角、動物の毛など素材の面でも、それまでの芸術にはない挑戦をしていく。占い道具かと思った。これは、カール・アンドレが1966年に発表したレバーという作品だよ。ブロックでレバーか。これは、キース・ヘリングが1990年に発表したラディアント、ベイビーという作品。キース・ヘリングは T シャツなどのデザインでも流行ったから知っている人も多いかもね。こういう落書きがやたら増えてた時期があったね。あくまでもちゃんと許可を得たもの以外は、犯罪だから、注意が必要だね。次は、アンドレアス・グルスキーが1999年に発表した99セントという作品。日本でも100円ショップとかでよく見る光景だね。こちらは、リチャード・セラが2012年に発表したマター・オブ・タイムという作品。大型の銅板を用いた作品を発表しているよ。子供とか好きそう。最後に腰つべで人気になった動画だけど、ただのメガネを美術館に置いたらどうなるのか実験した動画があった。無視していく人も多いけど、カメラで撮影する人までいてなかなか風刺が効いているよね。まあ、ちゃんと許可を取っているといいけどね。さあ、これでだいぶ、現代芸術がやりたかったことが理解できてきたんじゃないかな。少しまとめておこう。まず芸術の目的について、近代までの芸術は美の追求を大切にしていたのに対し、現代芸術では意味の提示が大事になった。そうだね。この作品は何を言いたいのかなっていう意味を問いかけるような作品が多い気がするね。次に素材面では、それまでキャンバスや大理石など比較的高価な素材を用いてきたけど、現代芸術では動物の毛皮や爪、ただの銅板まで自由な素材が用いられる。そこには、どんな素材を用いるかの選択も芸術性に含まれるという考え方があるね。そして最も大きいのは、芸術が想定する鑑賞者の役割の変化だね。近代までの芸術は、教養ある鑑賞者を想定していたし、その育成という役割も作品には求められていた。つまり、プラトンの美のイデア、本質を監督するための道しるべとしての役割が芸術作品には求められてきたんだ。教養のある人はすごいけど、たまにそういうのが堅苦しく感じることもあるよね。美術館では下手なことを言うと馬鹿にされそうという雰囲気もある。その感覚はよく理解できるよ。ウプ主の家は、祖母が日本画を描く人で、姉も美大を卒業してお仕事にしているんだけど、小さい頃は家族の付き合いで、美術館に行くと、すぐに飽きちゃって、先に妹と一緒に近くのファミレスで時間を潰してた記憶しかない。何時間も絵の前に立って涙まで流す姉の姿はすごいけど、自分たちとは世界が違う人だなという気もしていた。また、哲学科に進むと結構、周りにクラシックに詳しい友達が多くて、そういう人からすると、哲学を理解するには、同時代のクラシックも理解する必要があるという考えの人もいたね。そういう人は、知識もすごいけど、対等と認める基準も高いから大変だね。ただ、これは愚痴ではなくて、その人たちのおかげで出会えた素晴らしい作品や音楽があったのも事実なので、芸術に深い教養を持っている人は素直に素晴らしいと思うよ。今では芸術の哲学についての本もたくさん読むけど、自分自身の芸術との付き合い方は、結構、感覚的なものを大事にしているかな。現代芸術は、そういう自由な解釈を含んでいるという意味で、作品の中に鑑賞者自身の解釈も含まれているというのが大きな特徴だね。そういう意味では、気楽に見れるね。さらに、美術館にメガネを置くという動画の話をしたけど、この動画が面白いのは、芸術作品は、美術館で見るものというある種の権威性の存在を示しているからだと思う。こういった場の持つ権威性の解体も、現代芸術が目指してきたものの一つだと言えるね。この近代芸術から、現代芸術への流れは、ちょうど哲学史での理性の哲学から、欲望の哲学への転換と重なる部分が大きい。
現代哲学に大きな影響を与えたニーチェは、それまでのプラトンに始まりカントに至る理性の哲学を批判して、人間を突き動かすのは、理性ではなく、力への意志であるという独自の哲学を展開した。その後、ミシェル・フーコーは、現代社会は概念が持つ権力性が、力を持つ世界であると分析している。芸術作品が持つ、その作品自体の魅力ではなくて、制作経緯とか、どの美術館が収蔵しているかでその評価が決まってしまう部分なんかは結構、この話と重なるね。今回は、芸術作品の本質を美に求める立場から、その意味に求める立場への変化として、解説してきたけど、どうだった？意外と普通の感覚かも。今回の話を聞いて、なんだ案外、普通の芸術に関する考え方だよね。と感じた人は、私たちの普通がいかにその時代のものの見方に縛られているかを感じてほしい。その普通は、現代芸術が登場して100年近く経った私たちにとっての普通に過ぎないからだ。そうだね。デュシャンの泉も100年以上前の立派な古典作品なんだもんね。現代芸術自体もそろそろ新しい芸術への過渡期に来ていると言えるかもしれないね。以前、ある美術大学の卒業研究の発表会場で突然、裸の女性が飛びついてきたことがあって、かなりびっくりしたんだけど、どうもそれは法要という彼女の作品だったらしい。正直、芸術性より恐怖を感じてしまったかな。それは怖いよね。その時、彼女が言った言葉が印象的だったんだけど、現代芸術ってこういう形式だと思ったのでと言ったんだ。デュシャンたちの生み出した現代芸術自体が、形式だけの大量生産の便器になってしまっていないか、そろそろ問い直す時期に来ているかもしれないなと思う経験だったよ。最後に、ウプ主が一番好きな絵を紹介するね。これは、ルノワールのムーランド・ラ・ギャレットの舞踏会という絵なんだけど、描かれた人々の楽しげな表情、何か新たなことを期待させる温かな日差しが伝わってきて、なんか元気がもらえる絵なんだよね。これは名画だよね。ただ、ルノワールたち、印象派も登場当初から認められていたわけではなく、多くの批判に遭遇したんだ。そう考えると、芸術の歴史は、古い芸術への挑戦と需要の繰り返しと言えるね。いろいろ話してきたけれど、やはり一番は作品を目にした時の自分の心の動きなんだと思う。これからは、あまり、緊張せずに作品を楽しんでみるよ。今回の動画が、皆さんが、少し力を抜いて、いろいろな芸術作品を楽しむきっかけになったら良いかな。また、ぜひコメント欄で皆さんが好きな作品についても教えてもらえたら嬉しいです。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。